皆様、アッサラームアライクムはラフマトゥッラーヒは、バラカートゥフ。皆様にアッターの平安と慈悲、そして祝福がありますように。このポッドキャストでは、ザカート、記者について、そのすべてを学んでいきます。皆様がより理解しやすく、お役に立てるよう、内容は短い動画やセクションごとに分けて配信していく予定です。それでは、アッターの御名において始めさせていただきます。そして、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれに平安と祝福がありますように。ザカート、記者の言語マと宗教的定義とは、1、言語マとな意味、語源小括弧終わりコロン。アラビア語のザカートには、増殖、成長、生及び、正常、改善、タハーラという意味があります。このように呼ばれる理由は、ザカートを出すことでその人の資産が清められ、富に、バラカ・アッターの祝福がもたらされて増えていくからです。アッター、思考なるお方はクルアーンの中でこう煽っています。アッターは利子、リバーを滅ぼし、記者、サダカを増やしてくださる。メウシ書276節。ザカート、記者の法的地位、含むとは、ザカートはイスラームにおいて、義務、ファリーダーであり、イスラームの5行、5つの柱の一つです。礼拝、サラーに次いで最も重要な柱とされており、聖クルアーンの中であった、思考なるお方は次のように煽っています。礼拝を正しく行い、ザカート、記者を捧げなさい。メウシ書43節。また、別の説では次のように命じられています。彼らの財産から記者、サダカを取りなさい。それによって彼らを清め、浄化するのだ。介護書103節。預言者ムハンマドを、彼にアッターの平安と祝福あれも次のように煽っています。イスラームは、筒の柱の上に築かれている。アッターの他に神はなくムハンマドはアッターの使徒であると証言すること、礼拝を正しく行うこと、ザカートを捧げること、ハッジ、カーバ神殿への巡礼を行うこと、そしてラマダーンの断食を行うことである。サヒーフ・アルブハーリー第8番。さらに、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがムアーズ・ブン・ジャバル、アッターが彼を喜ばれますようにをイエメンに派遣する際、次のように命じられました。彼らを、アッターの他に神はなく、私はアッターの使徒である、という証言へと招きなさい。もし彼らがそれに従ったなら、アッターが1日1夜に5回の礼拝を義務付けられたことを教えなさい。もし彼らがそれに従ったなら、アッターが彼らの財産の中に記者、ザカートを義務付けられたことを教えなさい。それは彼らのうちの富裕層から徴収され、貧困層に還元されるものである。サヒーフ・アルブハーリー第1395番。以上のことから、ザカートが義務であることは、経典、クルアーン、スンナ、預言者の慣行、そしてイジュマー、法学者の合意によって証明されています。聖クルアーンにおける、ザカートと、サダカの違いとは、一般的に、サダカ、記者という言葉は広い意味を持ち、ザカートはその中の一部、特定の義務を指します。本来、すべての善行はサダカと呼ばれます。預言者ムハンマドを、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように煽いました。道から邪魔なものを取り除くことも、サダカである。アフマド伝承19795番。現代では、自発的な寄付を、サダカ義務的な記者を、ザカートと呼び分けるのが一般的ですが、本来はどちらもサダカという言葉に含まれます。クルアーンやハディースの中で、それが義務、ザカートなのか、自発的なもの、サダカなのかを見分けるには、文脈、コンテクストに注目します。1、命令形による表現。ザカート義務の場合、アッターからの明確な命令として現れます。彼らの財産から記者、サダカを取りなさい。それによって彼らを清め、浄化するのだ。介護書103節。二罰の警告による表現。義務を怠ったことに対する厳しい警告がある場合、それはザカートを指します。アッター、思考なるお方は、次のように煽いました。アッターが恩寵として与えてくださったものを惜しむ、出さない者たちは、それが自分たちにとって良いことだと思ってはならない。いや、それは彼らにとって悪いことである。彼らが惜しんだものは、復活の日にその首に巻きつけられるであろう。イムラーン化粧180節。このような重い罰の警告は、義務、ワージブを放棄した時にのみなされるものです。また、次の説も同様です。金や銀を蓄え、それをアッターの道のために使わない、ザカートを出さない者たちには、痛ましい懲罰の知らせを伝えなさい。介護書34節。ザカートを否定する者と、惜しんで出さない者、ケチな者の違い。ザカートを支払わない理由によって、
イスラーム法条の扱いは大きく異なります。1、無知ゆえに否定する場合、未学習者。ザカートの義務を知らずに否定してしまった場合で、それが、新入信者であったり、知識を得る環境にない場所で育ったりした人の場合、裁き、その無知は正当な理由、言い訳として認められ、即座に不信仰、クフルとはみなされません。処置、正しい知識を教え、義務であることを伝えます。ただし、過去に支払うべきだった分は免除されず、推定額を計算してすべて納める必要があります。2、拒絶拒否として否定する場合、信仰の否定。イスラーム社会で育ち、義務であることを知りながら、ザカートなど義務ではないと否定、反抗する場合、裁き、帰教者、ムルタットとみなされます。なぜなら、クルアーンやスンナに明記され、学者の合意、イジュマーがある明白な義務を否定することは、アッターと使徒を嘘つきと呼ぶことに等しいからです。例、クルアーンだけに従い、預言者の言葉、ハディースを拒むものなどがこれに含まれます。クルアーンにはザカートの詳細は記されておらず、預言者の解説を否定すれば、結果としてザカート制度そのものを破壊することになるからです。注意、この裁きを下し執行するのは、統治者や法官のみであり、一般市民が勝手に行うことは混乱、フィトナーを招くため禁じられています。3、義務と認めつつ、ケチ、臨職で出さない場合、ザカートは義務であると信じているが、財産への執着、欲から支払わない場合、裁き、重大な罪、大罪を犯している、罪人、アーシムですが、イスラームの枠内に留まります。不信仰者にはなりません。証拠、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは未払いのものについて、その後、天国へ行くか地獄へ行くかの道を見るだろうムスリム伝承987番と仰いました。もし不信仰者であれば、天国への道はありえないからです。処置、統治者は彼から強制的にザカートを徴収し、罰を与えます。もし武力で抵抗するならば、従うまで戦わなければなりません。歴史的実例、アブー・バクルの戦い。初代カリフのアブー・バクル、アッターが彼を喜ばれますようには、ザカートを拒む者たちと戦う際、次のように宣言しました。アッターにかけて誓う。礼拝とザカートを区別する者、礼拝はするがザカートはしない者とは戦う。ザカートは遺産における権利だからだ。アッターにかけて、もし彼らがアッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれに差し出していた一頭の小ヤギアナークであっても拒むなら、私は戦うだろう。サヒーフ・アルブハーリー1400番。アナーク・小ヤギ小格好割りコロン一切に満たないメスのヤギ。このアブー・バクルの決断には、他の3人のカリフやすべてのサハーバ、預言者の仲間が同意し、ザカートを拒む者、惜しんで出さない者を含むと戦うことは彼らの合意、イジュマーとなりました。ザカートを拒む者への現世と来世における罰。聖クルアーンとスンナ預言者の慣行には、ザカートを拒む者が受ける凄惨な罰について、人々に警告し、その行為を戒めるための記述があります。1、来世における罰。聖クルアーンより、アッター、思考なるお方は、次のように煽っています。金や銀を蓄え、それをアッターの道のために使わない者たちには、痛ましい懲罰の知らせを伝えなさい。その日、それら、金銀は地獄の火で焼かれ、それによって彼らの額、脇腹、背中が焼き印を押されるであろう。これこそ、あなた方が自分のために蓄えたものである。さあ、蓄えていたものを味わうがよい。介護書34から35節。2、恐ろしい大蛇の罰。ハディースより、アブー・フレイラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によれば、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように仰いました。アッターから財産を与えられながら、そのザカートを支払わなかった者には、復活の日に、頭の剥げた猛毒の大蛇、シュジャー・アクラーが現れる。その蛇には目の上に2つの黒い点、毒袋があり、彼の首に巻きついて両顎を噛み締め、こう言う。私が、お前の財産だ。私が、お前が蓄えた宝だ。サヒーフ・アルブハーリー1403番。シュジャー・アクラー猛毒により頭の毛が抜けた、最も危険な白頭の蛇のこと。3.5 万年に及ぶ苦痛。同じくアブー・フレイラの伝承によれば、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。金銀の所有者でその権利、ザカートを払わない者は、復活の日、それらが火の板となり、地獄の火で熱せられ、彼の脇腹、顎、背中を焼き尽くす。冷めるたびに再び熱せられ、それが審判が終わるまでの5万年もの間続く。その後、彼は天国か地獄か、己の道を見ることになる。
サヒーフ・ムスリム987番。また、家畜ラクダ、牛、羊のザカートを払わなかった者は、復活の日にそれらがかつてないほど巨大で太った姿で現れ、蹄で彼を踏みつけ、角で突き刺し続けます。最後の一頭が通り過ぎると、また最初の一頭が戻ってきて、人々の審判が終わるまで繰り返されます。サヒーフ・アルブハーリー1460番。4. 社会全体への現世的な罰、干ばつと貧困。ザカートの拒否は、本人だけでなく社会全体に最悪をもたらします。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように仰いました。人々が財産のザカートを拒めば、天からの雨、恵みは止められるであろう。もし動物たちが地球上にいなければ、彼らに雨が降ることは決してないのだ。イブン・マージャ伝承4019番。私たちはアッラーに、許しと慈悲、そして平安を求めます。ザカート、記者の義務が生じる条件。ザカートはすべての人に義務付けられているわけではありません。本人とその財産に、以下の5つの条件が揃っている必要があります。イスラーム教徒、ムスリムであること。ザカートは崇拝行為、イバーダの一つであり、アッラーは不信仰者の行いを受け入れられないからです。自由身分であること。歴史的な文脈において、奴隷には所有権がないため、ザカートの義務はありません。ニサーブ最低基準額に達していること。ザカートを支払うために必要な、法によって定められた最低限の資産額、ニサーブを超えている必要があります。完全かつ安定した所有権。その財産が所有者の完全な支配下にあり、他者から返還を求められる心配がない安定した状態であることです。ハウル、1年間の経過小括弧割りコロン。ニサーブに達した状態から、ヒジュラ歴で丸1年が経過していること。ただし、農作物や鉱物、リカーズはこの限りではありません。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように仰いました。財産において、1年、ハウルが経過するまではザカートを課さない。イブン・マージャ伝承1792番。重要な注意点。迅速な支払い。1年が経過して条件が揃ったら、直ちにザカートを排出しなければなりません。正当な理由なく遅らせることは禁じられています。ラマダーン月までの延期について、多くの人が、ラマダーン月に入ってから出そうと意図的に遅らせますが、それより前に1年が経過している場合、延期することは許されません。個人のザカート。ザカートは所有者の負債、債務とみなされます。もし本人がザカートを出さずに亡くなった場合、遺産を相続人で分ける前に、強制的に遺産から差し引いて支払わなければなりません。なぜなら、それは貧しい人々の権利であり、もはや個人の財産ではないからです。ザカート、記者の対象となる5つの資産。ザカートの対象となる財産は、主に以下の5つのカテゴリーに分類されます。通貨、貴金属、ナクダーン小括弧割りコロン。金、銀、及び現代の紙幣や硬貨。貿易品、ウルード・アッティジャーラ小括弧割りコロン。利益を得る目的で、売買のために保有しているすべての商品。家畜、バヒーマとアルアンアーム小括弧割りコロン。ラクダ、牛、水牛を含む、羊、ヤギや綿羊を含む。農作物、ハリージュミナル、アルド小括弧割りコロン。地中から収穫される穀物や果実。鉱物と埋蔵宝物、マーディン・リカーズ小括弧割りコロン。地中から掘り出された宝物や鉱物資源、植物以外の天然資源。蜂蜜のザカートに関する注釈。蜂蜜のザカートについては学者間で意見が分かれています。有力な見解、多くの学者は、蜂蜜そのものにはザカートの義務はなく、商品として売買する場合、貿易品に飲み課せられるとしています。別の見解、蜂蜜のニサーブ、最低基準を 62kg とし、1年経過後に10分の1を出すという説もあります。結論、しかし、蜂蜜のザカートを直接裏付ける神聖な、サヒーフなハディースは存在しません。そのため、本来、義務はないもの、現状の面積とする見解が妥当とされており、イマーム・シャーフィーやイブン・ムンジルらもそのように述べています。貴金属、金のザカート、基準額と計算方法。金のザカートの根拠。アブドゥッター・ブン・ウマル、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によれば、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、20ディナールにつき 0.5 ディナールを、40ディナールにつき1ディナールを徴収されていました。イブン・マージャ伝承1791番。当時、1ディナールは純金 4.25g に相当したため、20ディナールがザカートの支払い義務が生じる最低基準、ニサーブとなります。1、金のニサーブ、最低基準額。
金のニサーブは20ミスカール、またはディナールです。計算、20ディナール ×4.25g85g。これは24金、純金を基準とした重さです。2、支払うべき割合。ヒジュラ歴で1年間、ハウル、保有した後、総額の 2.5%、40分の1を支払います。金そのものを、または現在の金相場に基づいた現金で支払うことができます。ザカート額の簡易計算式、保有している金の総重量割る40ザカートとして出す重量。3.24 金以外の純度、18金や21金の換算方法。24金以外の金を持っている場合は、まず24金相当の重さに換算する必要があります。換算式、保有グラム数×金のカラット数割る24。各カラットごとのニサーブ、目安小括弧割りコロン。21金の場合、24×85 割る21イコール 97.14 グラム。18金の場合、24×85 割る18イコール 113.33 グラム。計算の具体例。もし、あなたが以下の金を保有している場合、24金、35グラム。21金、50グラム。18金、60グラム。ステップ1、すべて24金に換算する。21金、顔文字、しかめっ面、50g×21 割る24イコール 43.75 グラム。18金、顔文字、しかめっ面、60g×18 割る24イコール45グラム。ステップ2、合計重量を出す。35g プラス 43.75g プラス 45g 123.75g。24金換算。ステップ3、ザカート額。重量を計算する。123.75g 割る40イコール 3.093g。支払うべき金の重さ。ステップ4、現金日本円で支払う場合。例、今日の金相場が 1g8000 円だと仮定。3.093g×8000 円24,744円。銀のザカート、基準額と計算方法。銀のザカートの根拠。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように仰いました。銀の重量が5ウキヤに満たない場合は、ザカート、記者の義務はない。サヒーフ・アルブハーリー1405番。1ウキヤは、純銀のディルハム銀貨40枚分に相当します。1ディルハムの重さは 2.975g です。したがって、5ウキヤは200ディルハムになります。1、銀のニサーブ、最低基準額。現代の重量単位に換算すると以下の通りです。計算、200ディルハム ×2.975g 595g。つまり、純銀、999純度を 595g 以上保有している場合に義務が生じます。2、支払うべき割合。ヒジュラ歴で1年間、ハウル保有した後、2.5%、40分の1を支払います。例、595g を保有している場合、14.875g をザカートとして出します。ザカート額の計算式、保有している銀の総重量割る40ザカートとして出す重量。3純度が低い銀、スターリングシルバーなどの換算方法。純銀、999以外の銀を保有している場合は、金の計算と同様に以下の式で純銀相当の重さに換算します。換算式、保有グラム数×保有している銀の純度、割る999純銀、999換算の重さ。紙幣、現金のザカート、基準額と計算方法。紙幣は現代の手段であり、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの時代には存在せず、当時は金貨や銀貨のみが使われていました。かつて紙幣が金と連動していた頃は、紙幣のニサーブ、最低基準額も金のニサーブ、85g に基づいて計算されていました。しかし、現代では紙幣と金の連動が解かれたため、学者の間で、金と銀、どちらのニサーブを基準にすべきかという議論が生じました。計算の比較例。日本円でのシミュレーション。価格は仮定です。小括弧割りコロン。金、85g を基準にする場合。もし金 1g が1万円なら、ニサーブは85万円になります。この金額を1年間保有していれば、ザカート額、40分の1は 21,250 円です。銀、595g を基準にする場合。もし銀 1g が150円なら、ニサーブは 89,250 円になります。この金額を1年間保有していれば、ザカート額、40分の1は 2,231 円です。金と銀、どちらを選ぶべきか。多くの学者の有力な見解は、金と銀のうち、金額が低い方のニサーブを採用する、現在は銀というものです。
その理由は以下の通りです。確実性、義務を確実に果たしたという安心感、免責が得られるため、貧者の救済、基準を下げることで、より多くの富裕層がザカートを支払うことになり、貧しい人々や困窮者にとってより有益であるため、慎み深さ、論争を避け、アッラーの満足により近い、より敬虔で安全な選択であるため、金のニサーブを採用しても罪にはなりませんが、銀のニサーブを採用する方がより敬虔であり、支払う額、年間約2000円程度は、それによってもたらされる財産の清めと祝福に比べれば非常に少額です。自分の財産がサーブに達しているかの計算式、保有している現金額を、現在の金または銀の 1g あたりの価格で割ります。計算式、保有額割る 1g あたりの価格。銀を基準にする場合、もし、あなたが10万円を持っていて、銀 1g の価格が131円だったとします。10万割る131イコール 763.35g、銀換算。銀のニサーブは 595g なので、あなたの財産はニサーブに達しており、ザカートの支払い義務が生じます。実際に支払う額の計算。10万割る40イコール2500円。装飾品、ジュエリーにザカートの義務はあるか。詳細に入る前に、ここで言う、装飾品とは金と銀のみを指します。ダイヤモンド、ルビー、真珠、その他の宝石については、どんなに高価であっても、それ自体にザカートの義務はないということで学者の意見は一致しています。ただし、販売目的の商品である場合は、貿易品としてザカートの対象となります。装飾品のザカートについては、古くから議論されてきました。昔は金銀そのものが通貨でしたが、現代では紙幣が普及したため、多くの人が装飾と資産保全、貯蓄の両方の目的で金を購入しています。装飾品の3つの分類とそれぞれの裁定。1、禁じられた装飾品、ハラームな使用。内容、男性用の金の指輪やネックレス、金銀製の食器やコップ、金銀製の像、置物など。裁定、基準額、ニサーブに達し、1年経過していれば、満場一致でザカートの義務があります。使用自体が禁じられているため、実質的な貯蓄とみなされるからです。2、貯蓄または、賃貸目的の装飾品。内容、身につけるためではなく、将来の備えとして保管したり、他人に貸し出して利益を得たりするためのもの。最低、これも満場一致でザカートの義務があります。これらは、増殖する資産とみなされるからです。3、普段使い、装飾、目的の許可された装飾品。内容、女性が衣服や靴を買うのと同じように、純粋に身につける目的で購入したもの。最低、多数派、ハンバル学派、シャーフィー学派、マーリク学派小括弧割りコロンザカートの義務はないとされています。衣服や家具、移動用の家畜と同様に、私的な使用物とみなすからです。一部の学者の意見、金銀の築造を戒める一般的な証拠に基づき、これにも義務があるとしています。現代における現実的な視点。普段使いの装飾品には義務がないという多数派の意見は強力ですが、現代において次のような問いが生じます。今日、服やカバンを買うのと同じように、100% 装飾目的だけで金を買う女性がどれほどいるでしょうか。現実には、多くの人がインフレから資産を守るため、あるいは、いざという時の支えとして金を購入します。使えば価値が下がる衣服とは違い、金は価値が維持されるため、現代人の心に、貯蓄の意図が全くないケースは極めて稀です。結論とアドバイス。貯蓄の意図がある場合、24金換算で 85g 以上に達し、1年経過していれば、その価値の 2.5%、40分の1をザカートとして支払います。純粋な装飾、使用の意図のみである場合、多数派の意見に従えばザカートの義務はありません。視聴者へのアドバイス。学説の論争を避け、装飾品に対してもザカートを支払うことは、信仰を守る上で最も安全、アハワトな道です。それは自分の義務を確実に果たし、貧しい人々を助け、アッターの恩恵に感謝することにつながります。ザカートはいつ支払うのか。得られた利益、増えた分の計算方法。ザカートの義務が生じる基本原則は、ニサーブ、最低基準額への到達と、ハウル、1年間の経過という2つの条件が満たされた時です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように仰いました。財産において、1年、ハウルが経過するまではザカートを課さない。イブン・マージャ伝承1792番。ハウルの計算例。もし、
あなたの財産がラマダーン月1日にニサーブに達した。例、10万円を保有場合、いつ支払うべきでしょうか。回答、翌年のシャーバーン月の最終日の日没時、ヒジュラ歴で12ヶ月が経過した時に義務が生じます。注意、1年の途中で財産がニサーブを下回った場合、ハウルのカウントは途切れます。その後、再びニサーブに達した時点から、新しく1年間のカウントをやり直す必要があります。増えた財産、得られた利益の扱い。年初に10万円あり、年末に利益や貯蓄で15万円になった場合、最初の10万円だけにザカートをかければよいのか、という質問が多く寄せられます。回答、年末時点の総額である15万円すべてに対してザカートを支払います。このように、年の途中で増えた財産を、アルマール・アルムスタファド、得られた財産と呼び、以下のように分類されます。元本からの利益、商売の利益や家畜の子など。これらは元本と同じハウル、期間に従うことで学者の意見が一致しています。別経路からの財産、給料からの貯蓄、贈り物、遺産など。これら一つ一つに別のハウル、1年間の期限を設定することも可能ですが、管理が非常に困難です。そのため、実務上は、現在の元本に合算して、自分のザカート支払い日にまとめて支払うのが一般的です。これは支払う側にとっても簡便であり、貧しい人々にとっても有益な方法です。同種の財産の合算について、ニサーブに達しているか確認するために、金、銀、現金を合算してもよいか。回答、はい。多数派の学者は、金、銀、紙幣、貿易品をすべて合算すべきであるとしています。これらはすべて、価値、アスマーンとして同一の性質を持つからです。例、金だけではニサーブに足りず、銀だけでも足りない場合でも、両方の価値を合計してニサーブを超えていれば、ザカートの義務が生じます。異種の財産は合算しません。例えば、牛の頭数と、金の重さを合算してニサーブを計算することはありません。また、農作物と、ラクダも合算しません。これらはそれぞれ独立したニサーブとハウルを持っています。農作物にはハウルの条件はなく、収穫の日がザカートの日となります。貿易品、在庫商品のザカート、記者小格好割コロン基準と計算方法。貿易品、ウルード・アッティジャーラとは、利益を得る目的で売買されるすべての財産を指します。これは現代のほとんどの経済活動に関わるため、最も一般的で重要なザカートの対象です。根拠、クルアーン、信仰する者よ、あなた方が稼いだ良いものから、ザカートを捧げなさい。メウシ書267節。スンナー預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、アッターは富裕層から徴収し、貧困層に還元されるべき義務ザカートを課されたと仰いました。1、貿易品の合算とニサーブ、最低基準額。貿易品、不動産、自動車、家具、店舗在庫などは、現金や金銀と合算してニサーブに達しているか確認します。ニサーブの基準、紙幣と同様、金、85g、または銀、595g のうち低い型の価値を採用します。現代では、銀が一般的です。例、在庫商品の価値が5万円、手元の現金が4万円ある場合、合計9万円となります。これが銀 595g 分の価値を超えていれば、1年経過後に 2.5% のザカートを支払います。2、何がザカートの対象になるか。在庫 vs 固定資産。ザカートは、売り物商品にのみ課せられ、仕事の道具、固定資産には課せられません。対象外、固定資産小格好割コロン店舗、倉庫、陳列棚、事務用 PC、機械、運搬用車両。これらは所有者が商売のために、使うものであり、売るものではないため、価値を計算に入れる必要はありません。対象、在庫小格好割コロンをお客さんに売るために並べているもの、スマホ、衣類、食品、販売用の車など、これらがザカートの対象です。3、計算に使用する価格、時価卸売価格。価格には3種類ありますが、ザカート計算では、時価、卸売価格を採用します。購入価格、昔仕入れた時の値段、使いません。販売価格、お客さんに売る予定の値段、使いません。時価卸売価格小格好割コロン。今日、同じ商品を卸業者から仕入れるとしたら、いくらかかるか、という価格で計算します。4、ザカートの計算式、ステップ。ヒジュラ歴で1年が経過した日に、以下の項目を合算控除します。在庫商品の価値、店舗や倉庫にあるもの、及び輸送中の商品。
現金、キャッシュ小括弧割りコロンレジ、自宅、銀行口座にあるすべての現金、金銀保有している場合の価値、回収可能な売掛金、貸しているお金のうち、確実に返ってくる見込みのあるもの、負債、マイナス小括弧割りコロン仕入れ先への未払い金や借金、計算の公式、商品の価値プラス現金プラス金銀プラス返ってくる債券、支払うべき負債割る40ザカート額、重要なケース別解説、貸し倒れ、死んだ債権小括弧割りコロン相手が破産したり、踏み倒されたりして返ってくる見込みがないお金は、計算に入れません。ハウルの継続、もともと現金で2サーブを持っていて、途中でそれを商品に変えた場合、そこから新しく1年を数え直す必要はありません。最初の現金を手にした時から1年経った時点で計算します。賃貸物件タクシー、売るためではなく、貸すためのアパートやタクシーとして使う車は、その資産価値自体にはザカートはかかりません。ザカートがかかるのは、それらから得られた賃貸収入、利益が2サーブに達して1年経った場合のみです。不動産投資、転売して利益を得るために土地や家を買った場合は、貿易品となるため、毎年その時の時価で計算し、ザカートを支払う必要があります。農作物のザカート、大地の恵み小括弧割りコロン基準と計算方法。ザカートは、計量可能で長期保存ができる穀物や果実に義務付けられています。対象、小麦、大麦、トウモロコシ、米、レンズ豆、オートミール、ナツメヤシ、デーツ、干しぶどうなど。対象外、野菜、果物、すぐに傷むもの。根拠。あった。思考なるお方はクルアーンの中で次のように煽っています。信仰する者たちよ、あなた方が稼いだ良いもの、また我があなた方のために大地から生じさせたものの中から、ザカートを捧げげなさい。メウシ書267節。なぜ野菜や果物にザカートがかからないのか。リンゴ、バナナ、トマト、キュウリ、葉物野菜などは対象外です。これらは通常、手で、単位として計量されず、また保存、冷蔵庫などの人工的な手段なしで主食として長期保存ができないためです。1、農作物の2サーブ、最低基準額、収穫量が、合縮、薄くに達した場合に義務が生じます。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように仰いました。合縮に満たない場合は、ザカート、記者の義務はない。サヒーフ・アルブハーリー1405番。合縮を現代の単位に換算すると、1ウシク60サーラクダ1頭が運べる荷物の量、1サー約 2.04kg、3kg、小麦の種類による、合計300サー約 612kg、良質な小麦の場合、これが最低基準の目安です。支払うタイミング、農作物には1年の経過、ハウルという条件はありません。収穫の日が支払う日です。収穫の日には、その権利、ザカートを支払いなさい。家畜書141節。2、支払うべき割合、灌漑コストによる違い。灌漑水やりにかかるコストに応じて、支払う割合が変わります。10%、10分の1小括弧割りコロン雨、川、湧き水など、コストをかけずに水を与えた場合。5%、20分の1小括弧割りコロン機械や動力、家畜を使ってコストをかけて水を与えた場合。7.5%、自然の水と機械の両方を半分ずつ使った場合。預言者の言葉。天雨や湧き水、あるいは地下水で潤ったものには10分の1を。灌漑人の手による水やりによるものには20分の1を。サヒーフ・アルブハーリー1483番。計算の具体例。小麦 1000kg を収穫した場合。自然の水のみの場合。1000kg×0.10 イコール 100kg。コストをかけた場合。1000kg×0.05 イコール 50kg。併用の場合。1000kg×0.075 イコール 75kg。重要なポイント。借地の場合、土地を借りて農業をしている場合、ザカートを支払うのは土地の所有者ではなく、栽培した本人です。果物野菜の販売リンゴやトマト自体に、農作物のザカートはかかりませんが、それらを商売として売っている場合は、貿易品のザカート 2.5% として現金で支払います。自家消費用。例えば、家族で食べるために 700kg の小麦を買って保管している場合、ザカートの義務はありません。農作物のザカートは、生産者が収穫した時にのみ発生するものだからです。大地の恵み、鉱物と埋蔵宝物小括弧割りコロン基準と計算方法。1、リカーズ。埋蔵宝物を古代の財宝小括弧割りコロン。リカーズとは、
イスラーム以前の時代、ジャヒリーヤ時代に地中に埋められた金、銀、宝石などを指します。これには古代のシンボル、名前、王の肖像例、ファラオの財宝などが記されていることが特徴です。また、発見者が多額の費用や多大な労力をかけずに見つけたものを指します。リカーズのザカート規定、支払う割合、発見した価値の 20%、5分の1を直ちに支払います。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように仰いました。リカーズ、埋蔵宝物には、5分の1のザカートが課せられる。サヒーフ・アルブハーリー1499番。条件、ニサーブ最低基準額やハウル。1年の経過の条件はありません。少額であれ多額であれ、見つけた瞬間に 2.5% ではなく 20% を支払います。残りの 80% は発見者の所有物となります。使途、この 20% は、貧困層への分配に限定されず、イスラーム共同体全体の公共の利益、フェイのために使われます。重要な注意点。もし発見された宝物に、イスラーム的な意味がある場合、それはリカーズではなく、ルカタ習得物として扱われます。その場合、所有者を探すための告知など、別の法規定が適用されます。2、マーディン、鉱物資源小割りコロン。地中に天然に存在し、抽出される価値のあるものを指します。金、鉄、銅、ダイヤモンドなどの固形物だけでなく、石油のような液体、天然ガスのような気体も含みます。鉱物資源のザカート規定。有力な見解、多数派の学者は、天然の鉱物そのものにはザカートの義務はないとしています。なぜなら、現代においてこれらの資源を抽出するには、莫大な費用と労力が必要であり、それによって義務が免除されると考えられるからです。海から取れるもの、真珠やサンゴなども、それ自体にはザカートはかかりません。3、商業目的の場合、鉱物と海産物小割りコロン。もし、これら、鉱物、石油、真珠などを売買して利益を得る、商売として扱っている場合は、貿易品のザカート 2.5% の規定が適用されます。価値がニサーブ最低基準額に達し、1年、ハウルーが経過した時点で、現金で支払います。家畜、バヒーマとアルアンアームのザカート、基準と計算方法。ザカートの対象となる、家畜とは、ラクダ、牛、水牛を含む、羊及びヤギを指します。家畜はその飼育状況や目的によって、以下の2つのタイプに分けられます。1、飼育形態による分類。飼料による飼育。マールーファ小割りコロン年の半分以上、6ヶ月超を、飼い主が購入した飼料で育てている場合。労働用、工作、運搬、常用などに使われる家畜には、ザカートの義務はありません。貿易用、売買目的小割りコロン転売して利益を得るための家畜は、貿易品として扱い、価値の 2.5% を現金で支払います。現物支給ではありません。食肉乳用、自分で消費するために育てている場合、ザカートの義務はありません。放牧による飼育、サーイマ小割りコロン年の半分以上、アッターが雨によって生じさせた公共の牧草地で自生する草を食べて育つ場合、ここでのみ、家畜の現物支給によるザカートが発生します。2、羊、ヤギ、ガナムのザカート。ニサーブ最低基準は10頭からです。40から120頭、1頭の羊、生後6ヶ月1年以上のもの。121から200頭、2頭の羊。201から399頭、3頭の羊。400頭以上、その後は100頭増えるごとに1頭ずつ追加。3、牛、水牛、バカルのザカート。ニサーブは10頭からです。30から39頭、タビーや、1歳を過ぎた子牛、1頭。40から59頭、ムスインナ、2歳を過ぎ、永久歯が生え始めた牛、1頭。60から69頭、タビーヤ2頭。70から79頭、タビーヤ1頭プラスムスインナ1頭。80頭以上、30頭ごとにタビーヤ1頭、40頭ごとにムスインナ1頭を追加。4、ラクダ、イビルのザカート。ニサーブは5頭からです。24頭までは、羊をザカートとして出します。5から9頭、羊1頭。10から14頭、羊2頭。20から24頭、羊4頭。25から35頭、ビンとマハース。1歳過ぎのメスラクダ、1頭。36から45頭、ビンとラボーン。2歳過ぎのメスラクダ、1頭。46から60頭、ヒッカ。3歳過ぎ、交尾が可能になったメスラクダ、1頭。
61から75頭、ジャザー、4歳過ぎのメスラクダ、1頭、121頭以上、40頭ごとにビンとラボーン1頭、50頭ごとにヒッカ1頭を追加。ラクダの年齢に関する用語集、ビンとマハース、ビンツマー小格好ワリコロン1歳を終えたラクダ。母ラクダが次を妊娠、マーヒスしている頃。ビンとラボーン、ビンツアブ小格好ワリコロン2歳を終えたラクダ。母ラクダが次を産み、授乳中、ラボーンである頃。ヒッカー小格好ワリコロン3歳を終えたラクダ。重荷を背負ったり、交尾をしたりする資格、ハックがある時期。ジャザ一重引用不営小格好ワリコロン4歳を終えたラクダ。前歯が抜け変わる時期。家畜のザカート、選び方の基準と共同所有、ホルタ。ザカートとして出す家畜を選ぶ際、イスラーム法は貧者の利益を保障しつつ、富裕層の財産も守るための基準を設けています。1、選定の基準質と種類、性別、原則としてメスを出します。メスは乳を出し、子を産むため、貧しい人々にとってより有益だからです。健康状態、血管のない健康な個体を選ばなければなりません。以下の家畜は認められません。明らかに目が不自由なもの、歩行が困難なほど足が不自由なもの、肉質に影響するほどの病気のもの、極端に痩せ細ったもの、中間の質を選ぶ、最も高価なものや、最も立ちの悪いものを選ぶのではなく、中間の質のものを選びます。預言者は長州官に対し、彼らの財産の中でも特に貴重なもの、カラーイムを奪ってはならない、と戒められました。ただし、所有者が自ら望んで最良のものを出す場合は、報酬が高まります。2、強制的に徴収してはならない個体。アクーラ、食用として太らせたもの。ルッパー、子育て中の親。マーヒス、妊娠中の個体。ファフル、交配用のオス。3、オスを出しても良い例外的なケース。牛の場合、1歳を過ぎた、タビーヤを出す際、オスでも認められますが、メスの方が好ましいです。ラクダの場合、ビンとマハース、1歳メスがいない場合、ビンとラボーン、2歳オスで代用できます。群れ全体がオスのみの場合、所有する群れがすべてオスであれば、オスを出しても構いません。注意、ザカートは、現物で出すのが原則です。羊を持っていないラクダ所有者が、他から羊を買い取って出すのは認められますが、理由なく現金で代用することは多数派の学者により避けられるべきとされています。4、他の動物馬、ダチョウなどの扱い。ザカートの対象外、ラクダ、牛、羊以外の動物馬、ラバ、ロバ、ダチョウ、魚などには、家畜としてのザカートの義務はありません。商売目的の場合、販売目的でこれらを飼育している場合は、貿易品 2.5% として、年末の時価に基づき現金で支払います。5、共同所有、ホルターのルール。複数の所有者の家畜が混ざり合っている場合、一定の条件下で、一人の所有者として扱われます。ホルタの条件、以下の施設を共有していること小格好ワリコロン。宿泊所、小屋に、放牧地3、搾乳ところ4、交配用のオス、ザカートへの影響。例、3人がそれぞれ40頭の羊を持っている場合、個別なら、3人合計で3頭のザカート。共同、ホルタなら合計120頭となり、ザカートは1頭のみとなります。預言者は、ザカートを逃れるために、集まっているものを分けたり、離れているものを集めたりしてはならないと命じられました。6、よくある間違い、屠殺して肉を配る行為。ザカートの目的は、生きた家畜を貧者に譲渡することです。勝手に屠殺して肉として配ることは、現金で支払うのと同じ扱いになり、多数派の学説ではザカートとして認められません。その場合は、生きた家畜を改めて出す必要があります。ザカート・アルフィトル、断食明けの記者。ザカート・アルフィトルは、ラマダーン月の断食の終了フィトルに関連して義務付けられるものです。これは、財産のザカートではなく、身体のザカートと呼ばれます。つまり、個人の魂を浄化するためのものであり、所有している資産額には直接関係ありません。1、ザカート・アルフィトルの義務と根拠。すべてのムスリムにとって義務、ワージブです。イブン・ウマル・アッターが彼を喜ばれますようには次のように伝えています。アッターの使徒は、奴隷か自由身分か、男性か女性か、子供か大人かに関わらず、すべてのムスリムに対し、ナツメヤシ、デーツ1サー、または大麦1サーのザカート・アルフィトルを義務付けられた。そして、人々が礼拝、イード礼拝に出かける前に支払うよう命じられた。ブハーリー・ムスリム合意。2、支払いの対象者。
全ムスリム、年齢、性別、身分を問いません。胎児、魂が吹き込まれた、妊娠4ヶ月以降の胎児についても、先代の良きムスリムたち、ウスマーン・ブン・アッファーンなどの慣行に基づき、支払うことが推奨されています。扶養義務、世帯主は、自分自身と、妻、子供、貧しい両親など、扶養している家族全員分を支払う義務があります。条件、イード祝祭の当日と前夜において、自分と家族の必要最低限の食料や生活必需品を確保した上で、余剰がある人すべてに義務が生じます。3. 義務化の目的。貧者の救済イードの日に貧しい人々が食べ物に困らず、共に喜びを分かち合えるようにするため。断食の浄化、ラマダーン中の不適切な言葉、無駄話や過ちを清め、断食の報酬を保管するため。感謝の表明、断食と礼拝を無事に終えられたアッラーの恩恵に感謝するため。4. 支払うものとその量。種類、その土地の主食、小麦、大麦、デーツ、干しぶどう、米、トウモロコシ、パスタ、レンズ豆などを食品として出します。量、一人当たり1サー、両手4杯分。現代の重さでは、約 2.04kg3kg です。身長を期すために、一人当たり 3kg、お米 3kg を出すのが一般的です。現金での支払いについて、多数派の学者、ジャンフールの見解では、預言者の命令とサハーバの慣行に基づき、現金ではなく、食品で出すべきとされています。また、調理済みの料理や、品質の落ちた古い食品、湿った食品を出すことは認められません。5. 支払いのタイミング。推奨される時間、徳の高い時間小括弧割コロンイード当日の夜明けから、イード礼拝が始まる直前まで。許容される時間、イードの1日または2日前から。義務の発生、ラマダーン最終日の日没から義務が生じます。期限、イード当日の日没まで。それ以降に遅らせることは罪となりますが、未払いの場合は速やかに、償いとして支払わなければなりません。誕生と死去のタイミング。イード前夜の日没前に生まれた子供には義務がありますが、日没前に亡くなった方の分は支払う必要はありません。ザカートの使途、誰に与えるべきか。アッター、至高なるお方は、ザカートを誰に与えるべきかという決定を人間の裁量に委ねず、聖クルアンの中で自ら明確に定義されました。定められた8つのカテゴリー以外の人にザカートを与えても、それはザカートとして認められず、再度正しく排出しなければなりません。自発的な施し、サダカは、非ムスリムや富裕層に与えても自由です。聖クルアンには、次のように記されています。ザカート、記者は、貧者、困窮者、ザカートの管理運営者、イスラームに心を寄せた者、奴隷の解放、負債を抱える者、アッターの道のため、そして旅人のためのものである。これはアッターによる義務である。アッターは全地にして賢明であられる。介護章60節。1、人々に直接与えるもの、所有権の付与。以下の4つのカテゴリーは、特定の個人にザカートを所有させ、生活を支えるためのものです。貧者、フカラー小括弧割コロン自活するための収入が全くない、あるいは必要額の半分にも満たない人。1年間の生活費をザカートとして渡すことができます。困窮者、マサーキーン小括弧割コロン貧者よりはマシだが、自足には至らない人。同様に、1年間の不足分を補う額を渡します。ザカートの管理運営者、ザカートの収集、記録、分配に従事する専門のスタッフ。彼ら自身の資産に関わらず、給与としてザカートから支給されます。イスラームに心を寄せた者、改宗したばかりの人への支援や、イスラームへの理解を深めてもらうための目的で与えられます。2、社会的利益や特定の必要性のために与えるもの。奴隷の解放、奴隷身分から自由になるための支払い、ムカータバーを助けたり、捕虜を救い出したりするために使われます。負債を抱えるもの、ガーリムーン小括弧割コロン自分のため、生活上のやむを得ない理由で借金をした人、ギャンブルなどの罪深い理由は不可。和解のため、争い合うグループの間を取り持ち、和解のために多額の負債を背負った人、この場合は富裕層であっても支援対象となります。アッターの道、フィー・サビール、アッター小括弧割コロン多数派の見解では、軍事活動や共同体の防衛に従事するボランティア、あるいは抗議にはイスラームの防衛に関わる活動を指します。病院やモスクの建設費用に充てるのは、本来のザカートの目的とは異なるとされています。旅人イブン・アッサビール小括弧割コロン旅先で旅費を失ったり盗まれたりして、
帰宅できなくなった人。故郷では富裕層であっても、帰宅に必要な費用を支援します。ザカートを与えてはならない人々。富裕層及び自立可能な強健な人。働く能力があり、収入がある人。ただし、学問に専念しており収入がない場合は、知識の追求は、アッターの道に通じるため、支援対象となります。扶養義務のある親族、自分の両親、祖父母、子供、孫、そして妻。彼らを養うのは本来の義務であるため、ザカートで肩代わりすることはできません。おじ、おば、兄弟姉妹などの親族が貧しい場合は、ザカートを与えることができ、親族への慈しみとして推奨されます。非ムスリム、心を寄せたものを除く小格好割りコロン基本的にザカートはムスリム同士の助け合いです。預言者の親族、アルバイト小格好割りコロン預言者ムハンマドの血筋の方々は、その高潔な地位への敬意として、ザカート、人々の財産の汚れを清めたものを受け取ることは禁じられています。重要な実務上のポイント。一か所に集中させてもよい。8つのカテゴリーすべてに分ける必要はなく、一人の貧者にまとめて、例えば1年分の生活費として渡すのが、貧困から救い出すという目的において最適とされます。送金について、原則は自分の住む地域で配りますが、他地域により貧しい人々や親族がいる場合は、よそへ送ることも許容されます。現物支給の原則、現金は現金で、家畜は家畜で、農作物は農作物で出すのが原則です。理由なく、価値相当の現金に置き換えることは、多数派の学説では認められないため、注意が必要です。結びの言葉。ザカートの規定は、アッターが人々の間の平等を保ち、社会に祝福、バラカをもたらすために定められた完璧なシステムです。これを正しく実践することは、現世での財産の清めとなり、来世での大きな報酬となります。正しい知識はアッターからのみ得られ、間違いがあればそれは私自身と悪魔によるものです。アッターが私たちの行いを受け入れ、知識を益あるものにしてくださいますように。アッサラーム・アライクムは、ラフマトゥッラーはバラカートゥフ。アッターの平安と慈悲、そして祝福があなた方の上にありますように。